よし。では
ちにはコンパスなんていう気の利いたもんはないやさかい。これでいきましょう。これでいきましょう。いいんじゃない？
しよ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 し。キリせんとって。痛い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 シュック。キリせんとって痛い痛い痛い。ごめんなさい。はい、まあこんな感じでね、1階の LDK スペース全面ね、合板を20張りすることができました。まあね、前回の動画であっちのね、南側からバーってスタートして、バーってこっち来て、今回ね、あっちの端までね、張りました。はい。ここらもね、ちゃんと柱、真柱の形に切り替えて、こういう感じで合板ね、張りました。こっちの端も全部そうです。こういう感じで、ね。いい感じで晴れました。はい。で、一部ね、こっちの端、ここらとかはね、まだね、二重張りできないとこがあります。っていうのも、ここらはね、まだこっちに和室があって、床をね、あっちの方にね、延長する必要があるんですよ。だから、それはまあね、またおいおいやるとして、で、ここらもね、ちょっと寝室の前とかも一部ここら、まだね、二重張りできてないとこあるんですけど、それもね、まあ時間ある時においおいやるとして、今からなんですけど、はい、ここのね、うちの母屋の北側にあたるところですね。ここの壁をね、今からやっていこうかなと思います。で、今日はここの壁、とりあえずね、石膏ボードまでは貼りません。石膏ボード貼る前の、下地の段階でね、止めておきたいなと思います。っていうのはですね、まだね、電気工事を入れないといけないからなんですよね。で、来週あたりにちょっとね、電気屋さんに、電気工事入ってもらおうかなと思ってます。はい。
オッケー。とりあえず今回はこれでいいかな。はい、こんな感じでね、この壁2面にね、下地がつきました。いい感じですね。いやー、やっぱりね、今回はこれ、大工さんにね、エアーコンプレッサーとこの鉄砲を貸していただいたおかげで、めちゃくちゃ作業はかどりました。ほんまにやりやすかった。いや、寝室のね、壁の下地の時は、最後の方はね、鉄砲を貸していただけたんですけど、最初はね、トンカチで全部ね、手作業で、釘を打ち付けていってて、あれが何しか大変で時間かかったんで、いや今回はもう最初から貸していただいて、スパスパつきました。はい。で、壁のね、下地が完成したということで、近々ね、電気屋さんに電気工事にね、入ってもらおうと思います。この壁の中の配線、特にコンセントとかですね。ここはね、ゆくゆくキッチンを作る予定で、キッチンって結構、コンセント使うじゃないですか。電子レンジ、オーブン、炊飯器、ポットとかね、結構使うから、しっかりコンセントはね、取ってもらおうかなと思います。で、こっちの方にはね、パントリーを作る予定です。これ、うちはね、相当広いパントリー作れますよ。なので、もういっそのことね、冷蔵庫はこのね、パントリーの中、この入り口付近に置こうかなと思ってます。そしたらね、結構使い勝手もいいと思いますし、何しかね、キッチンを丸々ね、広々と使えるっていうメリットもあったりして、ね、めっちゃいい感じに、ね、なると思います。いや、ほんまにね、皆さんマジで楽しみにしとってください。キッチンは。まだまだ先の話なんですけど。ほんで、あと、今回ね、この床、合板のね、二重張りもね、終わりました。めっちゃいい感じですね。はい。やっぱりね、二重張りすると、この踏んだ感じ、なんていうか安定感がね、やっぱ一枚の時とは全然違います。めっちゃがっしりした。いい感じです。はい。で、ここがね、動画外なんですけど、隙間全部ね、こういう感じでね、テープで塞ぎました。ご覧の通り、こっちも、バーってあっちの端まで、全部ね、テープで塞ぎました。やっぱりね、床下からの冷気が上がってくると、この室内とのね、温度差で結露ができたりするので、こういう感じでね、隙間という隙間をピシャッとね、テープで塞いで高気密にしてあげると、少しはね、結露のね、対策になるのかなと思います。いい感じ、いい感じ。はい。はい、こんな感じでね、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。